で、まあ、例えば吹き上げクロスの、まあ、この吹き上げやすさはい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカシノピーです。今回は、まあ、過去にいろいろ検証してきたんですけども、洗車用スポンジをやっていないなと思い、購入しました。それが、まあ、こちらです。じゃん。で、まあ、過去に吹き上げクロス、吹き上げやすいのはどれだとか、あと泡立ちのいいカーシャンプーはどれだとか、まあ、いろいろやってきたんだけども、スポンジってやってないなと思って、いろいろ気になるやつをピックアップして購入してきました。一応12345個ですね。で、僕はまあ普段はムートングローブを使っています。で、まあその理由が、まあ、全部覆われているので、まあ、この洗ってる時に、まあ、爪でまあ引っかいてしまうような心配がなかったりするのでムートングローブを使うんですが、まあ、このスポンジがダメなのかと言われたらそういうわけでもなく、まあ、スポンジもいいところがあって、泡立てなくてもこのスポンジをこうクシュクシュするだけで泡立つので、まあ、その辺はまあムートングローブと比べて、まあ、泡の感じがまたちょっと変わってくるのかなとも思っています。で、結局まあどれがいいのかっていうところで今回いろいろ購入してきたというわけですね。で、まあ金額はまず違います。まあだいたい一番高いので547円、一番安いので162円。そしたらまず端からこちらジョイフルの洗車スポンジスタンダード、よくある黄色いスポンジですね。こちらお値段が162円。すいません、一番安いです。で、その次もう一気にちょっと跳ね上がります。437円、ソフト99ですね。コーティング施工車用リッチ&ソフトで、続いてこちらワコーのラバータッチ洗車スポンジ、これ使ったことあるな。これが437円で、その次がアイオンはあれセームのメーカーですね。で、こちら結構ね薄いんですよ。厚さとかも全然違くて、これが492円で、その次がシュワラスターのウォッシングスポンジ、こちらが547円で、もう一つワコー、これがデコデコ洗車スポンジ、これも547円。これもう超分厚い、一番分厚いんじゃないかな。で、まあ、この厚さがまあこの使い勝手に何か関係してくることもあると思うので、まあ、ちょっと実際に使ってみて最終的にまあ金額と照らし合わせてみて、まあ、個人的にはこれがいいかなみたいな感じにしようと思います。そしたらまあ早速外に出て洗車したいなと思います。はい、そしたら今回はこちらのマーチを洗っていこうと思います。で、ニトリルグローブ、これはしておいた方がいいです。まあ、理由としてはこのスポンジを持った時に爪でこう知らぬ間にね引っかいてしまうっていうこともあります。なので、まあ、ちょっと保護的な感じ、あとまあ手荒れとかの防止もできるし、女性の方とかはこのニトリルグローブつけてやるだけで全然違うと思います。で、これサイズちょっとね S を買っちゃったのでもう血が止まりそうですが、ちょっと我慢してこのニトリルグローブをして洗ってきます。そしたらまあ安い順にちょっと使ってきます。まずジョイフルの洗車スポンジスタンダード162円です。こちらですね。まあすごい安っちい感じは正直します。で、まあ、こっち側はまあボコボコした面と、まあ、平らな面、ちょっと一回つけてみますか。まあ悪くはないなんか特別ここが悪いなっていう感じは今のところしてないです。で、まあスポンジだとこうやって泡立てることができる、これがまあ特徴かな。まあいいや、ちょっとわからないので実際に洗ってきます。砂ぼこりを落としています。で、まあ今回はまあこの面ある程度まあこのドアバイザーとかドアノブとか、まあ、いろんな形状がこのパネルには集まっていると思うので早速洗います。これどっちで洗うのが正しいのか僕よく分かっていないんですが、いつもイボイボのある方で僕は洗っています。ちょっと分厚い、その分ちょっとこういうドアノブ、まああとはここもちょっと無理やり入れたんだけども、この辺がちょっと攻めづらいかなといった感じですが、まあ十分だと思います。まあこんな感じで1個目終わりです。続いて2個目、これが437円、
ソフト99のリッチ&ソフト、こちらを使ってみます。あ、違うね。柔らかい。ちょっと厚みがちょっと薄くなったかな。で、色が黒。すごい柔らかいです。ちょっとつけてみます。あ、違う。あ、こっちの方がなんかこう泡作りやすいかも。うんうん。あ、いいね。ちょっと使ってみます。全然違う。いきます。はい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 。ちょっと薄くなった分、このバイザー入れやすいです。なるほどね。この辺も洗いやすくなってるな。なんだろう。まあ僕の感覚で言うと、薄くなったんですよね、少し。だからなのか、柔らかいからなのかな。この形状にフィットするっていうか。車ってもうずっとまっすぐなわけではなく、こういう風に、R の部分が結構多いんですよ。そこにこうフィットしてくれる、しっかり。これ洗いやすいな。なるほどね。フィットするけどちょっと持ちにくいかな。違いますね、全然スポンジによって。はい、そしたら続いて同じく437円、こちらワコのプレミアムラバータッチ、こちらを使ってみようと思います。一般的なスポンジと違ってラバータッチ、これ何なの？気泡の薄膜を取り除き汚れを素早く取り込む構造にしました。ラバータッチっていうのが、これ素材が違うのかな。真ん中とこの両サイド、表面と裏面のスポンジがなんか種類が違うんですよ。なんかね、低反発みたいな感じ。この真ん中のところは結構粗いスポンジなんですよ。普通のスポンジっぽい感じで、こっちのラバータッチの方はすごいこのきめ細かいで、触った時ここの層がねちょっと違うからか、なんか低反発みたいな感じです。何これ、面白い。で、形もなんかこういう R がついている形状。こっちはついてないんだ。何使うのここ、わかんないけどちょっと使ってみます。なんかね、やっぱ硬いな、ちょっとさっきのスポンジと比べて。けどこの真ん中が結構気泡、目の粗いスポンジなので結構泡立てやすい。けどこっちはちょっとそんな泡立ち良くないのかな。ちょっと使ってみます。全然スポンジによって全然違うね。なるほどね。違うわ。やっぱりさっきのソフト99のスポンジと比べてちょっと硬いです。硬いので、この R 部分、これわかるかな。ちょっと映せるかわからないんですが、この R 部分、こうちょっと押せば大丈夫なんだけども、普通にさっとやった感じだとここに隙間ができるんですよ。これ硬い分この隙間が出ますね。ちなみに先ほどのソフト99のリッチ&ソフト、これはこれ柔らかいんですよ。だからこうくっつくっていうか、その分ちょっと持ちづらい、柔らかすぎて。で、持ちやすさで言うとさっきのウレタンの方が持ちやすいかなといった感じです。やっぱ持ちやすいね。持ちやすいからこれ素早く洗っていける。けどこういった隙間入らないです。ちょっと硬すぎて。この辺の隙間の使いやすさ、使いにくさで言ったらこのスポンジが今のところ一番使いにくい。 OK、 なんとなく分かりました。続いて金額が492円、アイオンのプラスセーヌスポンジ、こちらですね。こういった感じなの。すごいブルンブルンで、厚みが全然ないです。厚みの比較をすると先ほどのこのウレタンのやつの真ん中の部分ぐらい、今まで使ってきたスポンジの中で一番薄いけど、なんか触り心地はいいぞ。ちょっとつけてみます。なんかいいかも。使いやすそう。泡の感じはね、どうだろう。泡立ちますね。で、なんか結構ね、しっかりしてる。強い。なんか162円の一番安いやつはなんかちょっとボロボロ取れそうな感じがするんですが、結構しっかりしてます。ちょっと使ってみます。
なんだこれ、すげえ使いやすい。この隙間ももちろん入ります。で薄い分ね、裏面にすればこう反対側もできるんです。何これ、なんか手にくっつくっていうのかな、このスポンジがついてくるっていう、これ今までにないこの感覚。ちょっとソフト99のと比べてみると、ソフト99のやつは結構こう滑るんですよ、この手が。だからこう拭いてる時にあれれれれってこうなるんですけど、このアイオンのこのスポンジは滑らないんですよ。これ全然違う、この滑りが。いやこれいいかも、すごい使いやすいです。しかも結構ギュッて絞っちゃって大丈夫っぽいです。ほら、これ洗うのも楽かも。なんかね、他のスポンジだと思いっきりギュッてやるとちぎれちゃいそうっていうのかな。こうやってギュッてする分にはいいんですが、この横の力とか絶対弱いんですよ。もうなんかやばそうな感じしてるんですけど、このアイオンのスポンジは強い、本当に絞れる。これいい。なるほどね。あと2つですね。じゃ続いて金額がまた上がって500円台だね。547円。シュワラスターのウォッシングスポンジ、これ僕持ってるんだけども、一応新しいの購入しました。これはねいいですよ。何がいいかってこのくびれ、これがねすごい持ちやすい、手にフィットする。あとこの裏面のこの黒いところ、こっちグレーだとしてこっち黒いこの裏面、これがなんか滑り止めになってるんですよ。これがね持ちやすい。で薄すぎないので爪も出にくいかな。ちょっとつけてみます。フィットする手に。じゃちょっと実際使ってみます。ちょっと硬いつか厚みがあるから、こういうバイザーはちょっとやりにくいかな。こういう隙間もちょっとやりにくいですね。けど柔らかさで言うと、柔らかすぎず硬すぎず、だからこの R もしっかり対応してくれます。使いやすい。でこの滑り止めもやっぱ活躍してくれてるので、あとこのくびれもあるから横から持てるっていうのあるんですよね。ソフト99の方はちょっと薄かったので、この横を掴むことがちょっと難しい。だから余計に面で持とうとするから滑っちゃうけど、そこをこう横でサポートできるっていうのはこれありがたい。いや難しくなってきたな。非常にいいです。使いやすいです。最後も、同じ金額だったような気がするな。547円。和光の分厚いスポンジです。ちょっと使っていきます。この分厚さ、どれぐらい分厚いかといったら、先ほどのシュワラスターのスポンジがこの厚みです。この違い、アイオンと比べると全然違いますね。3倍ぐらいありますね。これが使いやすいのかどうかっていうところですよ。でいろいろボコボコがあったりするスポンジもあったんですが、これは切り込みが入っています。この切り込みがいろんなところに隙間に入ってくれるらしい。やっぱね大きい分ちょっと水含むと重たいかな。使ってみますか。どれなるほどね。なるほど。スポンジ自体は柔らかいんですが、やっぱ分厚すぎるので隙間はちょっと難しいです。いくらこの切り込みがあっても、この中とかはちょっと洗いづらいかな。しっかり洗えない感じだから先ほどのシュワラスターのが洗車する人のことを考えて作られているとしたら、これは真逆っていうか、こういう分厚くてこういう隙間入るようにこういう風に切り込み入れましたってやればウケるだろう的な感じで作られたようなスポンジじゃないかな。ちょっとね正直使いづらいですよね。こんな厚みは僕はいらないかな。けどちょっと重みがあるので、この汚れは落としやすそう、そんな気がするけど、どうなんだ。ちょっとね使い勝手が悪いなといった感じです。
そしたら最後に、僕の中ではすごい重要なことなんですが、このスポンジを洗う作業をして、洗いやすさっていうのを見ていこうと思います。やっぱね、洗車し終わった後必ずこのスポンジは洗うんですよ。けどやっぱ洗いやすい、洗いにくい、いつまでも泡が残るようなスポンジもあったりするので、その辺をちょっと見比べていこうと思います。じゃあまずいつもやってる洗い方をちょっとご紹介します。僕の場合はちょっと必須なものがあって、こちらグリッドガードですね。そしたらまず僕の場合はこのグリッドガードを先に洗っちゃいます。1個ずつ先ほどの順番で洗っていきます。こちらのジョイフルのスポンジからで、洗う時にこう水をかけながらこうやって洗う人いるんですよね。これ結構遅いです。いつまでもこの泡が出てきちゃうので、こうシャワーにしてもらって、ここで水を流す。でこう押してあげる。これがね、僕的には一番早いと思ってます。こういった感じですね。はい、洗い終わりました。普通です。で次がソフト99か。これいきます。重みがないから、疲れないっていうのもあるだろうね。洗い終わりました。悪くない。で次がラバータッチか。硬いね、やっぱり。けどなんか洗いやすいかも。この真ん中のところでうまく泡を逃がしてくれてるのか、他のスポンジより洗いやすい。早いこれ。いいね。意外に洗いは良かったです。で続いてアイオン。この絞った時本当にちょっと思いっきり絞っちゃっても大丈夫なぐらい強いので、これやっぱいいね。僕は好きです。シュワラスさ。これ吸わないね。水こっち側入ってかない。こっち側でやった方がいい。これも洗いやすいな。悪くない。そしたら最後はこのでっかいやつ。やっぱねちょっと洗いにくい。この切り込みが入ってるせいか、押した時のちょっとバランスが悪いね。これはちょっとね使いづらいかも。これでスポンジのお掃除は終了。そしたら個人的にどれが良かったか順位をつけていきたいなと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回は6種類のスポンジを使い比べてみました。それぞれ厚みとか柔らかさとか、あと値段とかいろいろ違うので、それを踏まえて僕の中の順位みたいのをちょっと発表しようかなと思います。僕にとってのデメリットが皆さんにとってのメリットになる可能性もあるかな。とりあえずあくまでも僕の順位なので、それを踏まえて選ぶのもありだとは思います。でそしたら順位の低いものから発表しますか。ちなみに1位と2位はめちゃめちゃ悩みました。で下位の方は結構あっさり決まってっちゃったので、まず6位から発表します。6位はじゃん、こちらワコーの名前わかんないやドデカスポンジ。厚みも他のものと比べてめちゃめちゃ厚いです。一番分厚いスポンジですね。なぜこれが6位だったか。要は分厚すぎてちょっと使いづらい、細かいところ洗えないっていうのと、この切れ込み、これがなんかそのグリルとかの隙間に入ってくれていいということなんですが、この切れ込みが結構広いんですよ。でこの高さもあるからなのか、なんかね一個一個が弱いんですよ。こんな大きいのに洗ってて力が伝わりきんないっていうか、これで汚れ落とせるのっていう感じがちょっとしました。一番はちょっと使い勝手が悪い。なんかちょっとこういうくぼみとかがあればいいんですが、ちょっと持ちづらい。あと水につけた時ちょっと重いかな。そういったところでちょっと6位にさせていただきました。続いて5位、こちらラバースポンジ。この真ん中になんか普通のスポンジが入っていて、きめの細かいスポンジがこの黄色い面ですね。これがなんかちょっと低反発っぽくって、触った感じ最初いいなと思ったんですが、なんだろうな、ちょっと硬いスポンジが。なのでこの R 効いた時、ちょっと曲面を洗おうとした時にこのくぼみのところに当たらないっていうところ、この辺が洗ってて、僕は結構無意識に洗っても洗い流せるやつっていうのかな。実際にしっかり見て当ててこう洗っていくのがいいんだけども、やっぱねぼーっとしてる時もそれなりにあるんですよ。
パッパってこうやった時にちょっとこれだと洗い残しが出ちゃうかなって思うぐらいちょっとね硬め、そういったところからちょっと5位にさせていただきました。で続いて4位がね難しいな。こちらソフト99のリッチ&ソフト、超柔らかい、すごい柔らかいんだけども柔らかすぎるせいでちょっと持ちづらい。もう5ミリぐらいねちょっと高さあった方が僕は安心して使えるかなと。R 部分はしっかりちょっと押さえた時にこう入ってくれるので洗いやすいとは思うんだけどもちょっと柔らかすぎ、そんな感じがしました。なので4位。そしたら続いて3位、こちらジョイフルの洗車スポンジスタンダード。これが3位の理由はもう値段ですね。162円だったかな。あとはもう400円超えなんですよ。圧倒的に安い。で安いと何がいいか、タイヤホイールにももうガシガシいける。やっぱねこういうちょっと高いやつだとタイヤとかそういうところにちょっと使いにくいんですよね。そういった面でも消耗品っていう考えができるっていうのはこの安いスポンジの特徴かな。けどちょっとねこのスポンジとしてもちょっと安っちい感じは正直あります。洗っててあとちょっと硬めかな。けど金額でここまで上がってきたようなもんです。そしたら2位の発表です。じゃん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 じゃーん、シュワラスターウォッシングスポンジ。これはなぜ2位にしたか、すごい使いやすかったんですよ。普段から使ってるのもあってやっぱ持ちやすいしこの硬さも程よいで洗車する人目線でしっかり作られてるなっていう感じがするんです。けど2位になった理由っていうのがあって、やっぱこの厚みっていうのかな、バイザーのところとかドアノブ、その辺がちょっとやりにくかった、使いにくかった。あとこの裏面のこの滑り止めもいいんですが、こっち側は洗う面ではないので、こういう両面あるやつだったら無理やりちょっとバイザーのとこ入れれば窓側もいけるしこのバイザー側もいけたりするんですよ。一面しかないっていうところも2位に選んだ理由かな。すごい使いやすいんだけどね。それに比べてこのアイオンのスポンジは使いやすい、操作性がいい、滑らないし、でちょっと難点は薄いっていうところなんですが手袋してカバーしようと、やっぱ効率よく洗車したいんですよってなった時にやっぱこれとかだとちょっと操作性が悪いで、細かいところドアノブだったりバイザーの隙間、その辺が洗えませんってなったら他のものに変えないといけないんですよ。ってなるとやっぱ薄めの方がどこでも洗える。でなおかつシュワラスターソフト99のスポンジと比べて滑らない。だからもうパッパこう施工していける。そこが1位に選んだ理由ですかね。こういうやつって普通に引っ張ったらちぎれそうなんですけど、これはちぎれる感じがしないっていうかすごい頑丈。そういったところも加味してアイオンのスポンジは僕の中では1位かなといった感じです。それぞれやっぱ厚み柔らかさも違うので、厚みをちょっと見比べていくと大体この辺同じなのかな。こういった感じですね。厚みがこの辺は平均的でちょっと薄くなるみたいな感じですね。で柔らかさはこれもスポンジ的にはちょっと分厚さとかもあるんですが、ここがもうほんとへにゃへにゃ、こっちから硬い順、これがねもう少しちょっと使い勝手がもうちょっとくびれがあったり滑り止めとかがついてたらちょっとありかなとは思うけど、惜しい。あくまでも僕が使った感想になります。ちょっと皆さん参考になったかは分かりませんが、スポンジはスポンジでね本当使いやすいので、気になるものがあったらぜひ購入してみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。なんか喋りすぎた気がする。